盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは秋の管理の注意点黒松編ということでいきたいと思います。秋の注意点順を追ってここが大事ですよって言っていきたいんですけど、まず早速いきますけど、肥料ですね。秋になるとやっぱり肥料結構大事な時期で、しっかり年で一番その肥料をやるのが秋なんじゃないかなと。で肥料でも上げすぎるとね、薬が毒になるみたいな感じがあるんで、なんでしょうね、だいたい最高気温が30度下回ったぐらいでやっと秋の第1回目の肥料をやるぐらいがいいかなと。でその後肥料もそのうちやったらその効果が切れてくるんで、そこから1月に1回ずつ、だいたいでも今ここ香川県高松市ですけど30度下回るのって結構後なんですよね。だから香川県でいうと、10月の頭ぐらいに1回目やって、次11月の頭ぐらいにやって、もうその2回ぐらいかなと。もともと温暖なとこはそんな肥料なくてもね結構いけたりするんで、そこはそのお住まいの地域によっていろいろ調整していただいて、で秋ぐらいになったらその春に植え替えした木でも落ち着いてきてるんで、植え替えしてない木ほどはやらない方がいいのかなと。それも暑い時期もギリギリのまだちょっと暑いどうかなって悩むような時期はもうやらない方が無難です。で肥料はそんなとこぐらいかなと。結構大事なところ肥料で、2番目芽かき。これも過去動画で芽かきやったことあるんですけども、その時も僕が言ってたのが、芽かきはしてもしなくてもっていう、そんな軽い扱いで喋ってたと思うんですけども、これちなみに春先結構早めに植え替えして、芽切りもしてる子なんですが、ほとんどのとこはそんなに芽いっぱいは密集してないです。たまにカメラではもう絶対わからないですけど、こういうとこなんかは1箇所から、パッと見て5つぐらい出てるんです。でこういうのはそうですね、2つとかね、5つあるとこは2つとか3つあるとこも2つとか、だから芽かきもいろいろやってたらねやりすぎることがあると思うんで、せんでもええっていう言い方もしちゃいますけど、するならするでしすぎに注意、もう絶対に、あんまりしすぎたら良くないと思います。で次が芽かきが古葉取りなんですけども、またこの盆栽を例に挙げたら、これ夏に芽切りしてまだ小さい芽が貧弱の芽がいっぱいついてるんですね。これもし古葉もいっぱい今ついてますけども、これを引っ張るなりなんなりしてたら、おそらく小さい芽が古葉と一緒にねついてきます。ついてくるというかもうのいちゃいますんで、芽かきみたいに狙っていらない芽を取るんだったらまだいいんですけども、古葉だけ取りたいのにいる小さい芽まで一緒に取っちゃうと、それは良くないことなんで、もしするにしてもハサミで切り取るだったら引っ張って一緒についてくるってことがないんで、それにしても今が撮影してる日が9月4日なんですが、それにしても初心者あんまりまだまだ慣れてないなっていう方はもう11月以降ぐらいにしてくれるのがいいかなと、無難かなと。それより先にできないこともないんですけど、安全策といえば同じ秋でも11月以降がいいです。もっと遅くてもいいんですけどね、もうあんまり早くしすぎても、見た目は悪いっていうマイナスありますけど、それだけなんで。で古葉取りは以上ということで、あと針金掛けは秋どうかという話なんですけども、これも古葉取りとちょっと似たようなとこがあって、小さい芽がやっぱこの芽切りした後の芽は取れやすいんで、こういう時針金って結構いっぱい枝触るんですね。当たるし手もね。だからこういう時に小さい芽が取れてもいかんですし、針金かけよう思ったらやっぱ古葉取らないといけないんで、古葉が取れない時期は当然針金かけもすごくしにくいということで、ただこれ芽切りしてる子は古葉取りも針金かけもすごく気をつけないかんし、あんまり
早い秋でも早い段階の方がしない方がいいんですけども、ちょっと例外がありまして、これ夏に芽切りをねあんまりしてないんですね。長いところはちょっと要所要所してるんですけど、この子自体が芽が弱かったんで芽切り飛ばしたんです。でこういう子は芽切りしてないから、なんだろう、芽切りってこう切られたとこからプツッと新しいが出るんで、これ取れやすいんですけど、この子なんかは小さい芽だったとはいえそのままの全然切られてないんで、結構なんだろう、先の先までちゃんと線がつながってるというか、だから古葉取りもしやすいし、結構秋の早い段階でも芽切りしてない子に関してはしてもいいです。で針金かけも春に、ね、芽切り飛ばすほど弱かった子やから、微妙な子はおるとは思うんですけども、わりかし芽切りさえしてなかったら早い段階で針金はかけられます。この子で言うとかけられますね、十分。はい、だから芽切りを飛ばすとそういういいこともあるんです。これぐらいで収まるぐらいがちょうどね、芽切り飛ばしてよかったなという、そんな感じですけど、はい。これがその上の、盆栽のそのものの対策なんですけども、あと外的な要因として台風対策。これやっぱ秋、地域にもよりますけど、秋の日本ってね台風結構多いですよね。8月の末ぐらいから10月の5日ぐらい、中旬ぐらいまでひょっとありますかね。年にもよりますけど、そうなったらやっぱ雨とかはね結構降っても全然ええんですけど、長い雨でもちょっと葉が黄色く、水が行き過ぎて黄色くなるとかねあるんですけど、そうは枯れないです。ただ風なんかでいうと、こういう下のね不安定な子なんかもうコロンといっちゃって落ちるみたいなのがあるんで、だからこういう子はね、足がしっかりしてる子はなかなか倒れないですけど、そのものが小さいんで結構やっぱ倒れやすい。これぐらいで済むんならええんですけど、棚の下に落ちるとなったらもう結構激しく枝が折れたり鉢が折れたりするんで、もうその紐なんかでこう棚とこれを完全に結んでしまうとか、そもそもこれをもう棚の下に下ろすと。で棚の下に下ろしとっても風が強かったら倒れるんですけども、倒れるだけで落ちるってことがないんで、下に置くか、棚が不安定だったら下に置いた方がいいですね。棚がちゃんと安定しとったらそれに結びつけとったら大丈夫なんで、そんな感じの風で倒れる対策みたいなのはした方がいいかなと。感覚的にこれぐらいのサイズだったら風速が10メーター超え出すとちょっと怖いですね。もう15メーターなんか言うたら多分こんなんはもうコロンといきますね。もう20メーターとかもう大変です。はい、室内に避難させてもいいかもわからないです。はい、秋の代表的な注意点といったら大体この辺りですね。はい、これを参考に秋も不安なく管理してくれたらなと思います。はい、枯れないためにもよろしくお願いします。はい、では今回のテーマは以上です。盆栽からしたらもったいない北谷予選4代目北谷十一でした。チャンネル登録お願いします。